こんにちは、みえこです。今日はこのパターンを使ってキルトを作りましたのでご紹介します。60センチぐらいの小さなキルトです。それでは今日のパターン。接着芯をこの大きさにカットします。そしてこのように線を描いて、ここからスタートしますよ。用意する布はいつもと同じ大きさです。それではミシンの前に移動します。今回は布をこの端から縫います。そしてカットはいつもこの接着キルト芯の端と同じ場所です。薄い色と濃い色を順番に縫います。でも毎回色を変えなくても2色だけで作っても綺麗な作品ができるパターンだと思います。そして布をカットするときは丁寧にカットすると後から縫い合わせるときに綺麗にできますよ。最初に全部布をカットしてから始めてもいいですが、カットする時間結構かかるので、この方法だと気を使わずにテレビ見ながらできるかもしれませんよ。接着芯の端まで布を縫ったら、一つのピースが完成します。これを必要な大きさになるまで作ります。で、4つずつセットにして縫います。この4つのセットを縫うときは縫い代は7ミリで縫うといいと思います。4枚ずつセットにしてこのように作ります。で、配色ですがこのように2色で変えてみたり、間に違う色を入れてみたり、順番に違う色にしてみたり、同じものですが柄を変えてみたり、そして花柄とチェックを組み合わせてみたり、そんな感じで作ってみましたよ。
そしてこの4つのピースも順番に縫います。このようにできたら、今度はこの長いものを縫います。そうするとだいたい60センチぐらいのもの、正方形ができますから、キルト綿裏布トップと重ねます。そして中央からまず接着します。そうすると意外とスムーズにできたのでおすすめします。で、裏の縫い代がきれいにこのように折れているか確認しながら接着します。この工程をきれいに作ると仕上がりがきれいにできます。布の端まで接着して反対側も同じようにプレスします。次に今日は仮縫いしつけ縫いをします。しつけの針は刺繍の針より少し長いものを使います。太さは同じぐらいで大丈夫ですよ。で、糸はあまり太いものを使うと布に穴が開くので、私はあまり太いものは使わずに縫っています。このように大胆に大きな運針で縫います。その後、刺繍のガイドラインですが、この角ヘラ、海外ではこのようなものあるんでしょうか、わからないですけど、日本ではこれ売ってますよ。その後、刺繍糸で大きな運針で縫っています。で、今日はこの刺繍の工程いつもカットしますが、早送りで撮影しましたので、こんな感じで縫ってますよ。そしてこれから次回の動画は小物作品を作って、その後に60センチ ×60 センチのキルトを小物作品を挟みながら合計4枚作ってみたいと思っています。3.5 センチの布をずっと使いますので、お気に入りのパターンがあったら作ってみてくださいね。はい、刺繍完成したら布端の始末をせずにこのまま置きます。4枚全部できてから布端は縫うことにします。なので同じものを作ろうかなと思ったら、そのまま待ってくださいね。刺繍しつけ糸は取って、それからアイロンかけると綺麗になりますよ。本日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。